信じられない雨の中作業をしました。そしてトラックがはまって大ピンチでした。どうもバーケンです。この砂山をうっかり相続してしまいました。私は一般人ですが、ユンボとダンプで砂山の移動に挑戦しています。砂をダンプに乗せて400メートル先の土地に移動して砂を下ろします。再び戻ってきました。この砂山は水田の上にあります。今年中にこの砂を移動し、元の水田にすることができたなら、この水田を手放すことができます。私は 300km 離れた土地に住んでいて、しかも農業をしないので、この土地を手放す必要があります。この土地を所有しているだけで、税金や諸経費が永遠にかかります。これは素人の仕事というより、プロの仕事だと思いますが、残念ながら父の遺産を使い果たしてしまい、もうお金がないので自分でやる道を選びました。これは不思議なんですが、この砂を移動すれば普通の水田として売却できるのではないでしょうか。でも実際は0円で譲渡で諸経費も私の負担、マイナスで手放すことになっています。長年耕作放棄地になっていたらそんな評価になるのでしょうか。若干不満はありますが、現地の人が考えてくれた方法なので従うしかありません。砂の量は今回は並盛りです。この道をまっすぐ400メートル行くと、ゴミ焼却場の手前に私の土地があります。そこに向かいます。初めてなので道のりを案内します。400メートルしか離れていないのはかなりラッキーです。そして見慣れた私の土地に到着。土建業者が片付けの途中で逃げました。そうそう、順番でドライ次元出ましょこの辺に前回捨てましたが、今回はここ、その次はここと順にずらしていく作戦です。この砂の量ですが、6日から8日かかるかなと思っていましたが、今のところは順調です。もしかしたら予定よりも早く終わるのではないかと少し期待してしまったりもしています。それと鉄板を敷いておけと言われたのですが、鉄板は必要なかったのです。木の板で十分でした。あのアドバイスはちょっと大げさではないかと思いました。ですが雲行きが怪しくなってきました。これからどうなるのでしょうか。正直に言うと何か嫌な予感がするのです。板を動かします。板は実家にたくさんあるように見えていましたが、多くに釘が刺さっている板でした。なので使える板はそんなにたくさんありませんでした。父が役に立つものを持っているなんて期待した私がバカでした。なるべく後ろに止めたいので車から降りて確認します。車に戻ってからさらに下がろうか、それともやっぱり安全に行こうか迷いますが、やっぱりこれ以上下がるのはやめました。私は優柔不断です。無事砂が落ちました。これはちょっと気持ちいいです。でも少し土が残っています。しっかり傾けたのですが、なんででしょうか。カメラのボタン押し忘れで映像はありませんが、また土砂を積んできました。木の板を敷き直すところから再開します。
前回土砂を捨て終わった時点で次に向けて板を準備するのが正しいと思いますが、私は行き当たりばったりな性格なので、何事も直前にならないとできない人間です。この作業にも慣れてきたので、今回は少し砂を多めに積んできました。車から降りて確認します。この扉重たいですが、声を出しながら持ち上げます。数回移動しただけでは全然終わりが見えないです。でも高速で再生し、土砂がどんどん溜まっていく様子は心地よいとは思います。今何回目なのかもわからないですが、まあ順調です。今回は多めに積んできました。過積載でしょうか。計測したことがないので実際は分かりません。でも 3.5 トンダンプなので問題ないと思われます。雨が降りそうなのでカッパを着ます。大雨でも私は作業します。300km はるばるやってきて雨なんかに負けません。かなり雨が強くなりました。カメラに当たって面白い音が鳴っています。そんな音がしているとは知らずに必死に運転します。さて移動します。必死すぎてカメラを移動するのを忘れました。カメラを取りに戻ってきました。雨のせいで硬かった地面はもう柔らかいです。そろそろ車がはまりそうで怖いです。
はい、はまりました。水田ではなくこっちの土地ではまりました。妻がピンをあげています。でも私はおっちょこちょいなのでピンをあげるのを忘れていました。今積んでいる土砂を下ろしてから脱出しています。さっきまでサラサラだった砂は水を含みダンプにへばりついています。ジュースを飲んで一回落ち着きます。なんだかわからないけど、前輪と後輪の間に土を入れてみます。
なんとなく動く位置が大きくなっている気がするのでさらに続けます。これ大事なんですが、ギアは2速にしています。タイヤの回転を見るとそんなにぐるぐる回っていないのがわかるかと思います。1速で回すと回転が速すぎるんです。今度はタイヤの前の土を削ってみます。反対側も同様に行っています。そして妻は私に愛想を尽かして去っていきました。タイヤの前の土を削ったのは効果がありました。あと少しです。結局脱出に30分ほどかかりました。現地の農家さんにこのことが見つかったのか不明ですが、ほりゃ言わんこっちゃないって言われるとなんだかすごく嫌です。でも鉄板を敷かなかった私が悪いです。車の周りを一周回り、なんとかできないか考えながらも、結局何もせず車に戻ります。とにかく無事脱出できてよかったです。妻が帰ってきましたが、この脱出の瞬間を見ていませんでした。どうやって出たんって不思議がっていました。ご視聴ありがとうございました。